ここいらメロンの海だよ。ほら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 。あ、ダメだ、これは見せられない。せーの、オープン。食レポ。はい、それでは今日はこれです。久々の4種類の露地メロン。もうこんな大きくなっちゃいました。今日はちょっと粉じらみがいるね。今日は6月の21日。でこれが5月の2日ぐらいから交配始めてるんで、だいたい51日で、あと1週間で交配に収穫になります。だいたいここいらも理想もちょっとずつ見え始めてきた。まだだけどね。で音はちゃんとに1回緩めてあるので、しっかりとアークランド2回2000倍でいってるんで、まあまあいいやつになりました。でこれが TL 高見メロン。いいよ。まあちょっとネットが乱れてるのもあるけど、もう悪くないですね。で大きさもだいたい4玉。これはもう3玉になっちゃうから、これぐらいの4玉ぐらいでいきたいと思ってたのでちょうどいいです。そしてこれです。高糖度メロンビーバ。ちょっと小さいな。小さいのもあるけど大きいのもある。よし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 。あ、ハサミムシにねネット食われるんだよ。ハサミムシ要注意。うわーダメだ、これは見せられない。大変だ。これはもう劣化だね。あ、硬い。これはちょっとどかしとこう。このね、こっち来て。もうこれほぼ一株で4つは全部なってるんだけど、ちょっと岡病があるけど、もうこれ終わりの方だから大丈夫。これはもうまあこれも緩んではいる。だから緩める時にF6 の方でもやったんだけど、緩める時にこれも緩んでる。これも緩んでるな。緩める時にしっかりと緩まなかった玉が劣化してるんだと思う。これは5月の5日ぐらいから交配が始まってるんで、収穫はまあ60日でいくとだいたいまあ7月の5日ぐらいに収穫になります。で高見は6月の終わり、理想が出てきたら収穫のタイミングにきっちりいきます。でこれもいいメロンになったのよ。ほらベロッサちょっと固めなんだよね。これもだから心配、割れないかどうかが。ほらここいらメロンの海だよ。ほら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 、すごいよ。メロンが溜まってる。ちょっと粉じらみやらなきゃいけないね。でここがいらがあれですね。おお高見。でこれがちょうどここに来た。はい、カメラ切れちゃったんでもう一回やります。これは一株で片っぽのつるが空つるになっちゃったので、こっちもう一本のつるに3つならせました。3つここに。それも結構いいメロンになった。本来だったら2つるで、2つずつ鳴らして4か鳴らせるんですけど、片っぽが、折れちゃって空づるになっちゃったんで、片っぽに3つ鳴らしたんですけど、結構ね、1つずつがいいやつになった。1株で、2つる出して、本来だったら2つずつ、何回も言うけど、でも1個なくなったから片っぽに3つ。それもちょっと調子がいい塩梅に3つついたんで、残したんで、結果的に大成功ですね。もし、こっちが、片っぽが普通に伸びてて、
で、いい顎が2つがちゃんと残らなかった場合、空になっちゃった場合、片っぽに3つ鳴らせるっていうのはありですね。5個とかはダメだけど、例えばこっちに1個残ってて、片っぽに1個残ってて3つ鳴らすっていうのは多分、リスクが高いな。うまくいかないような気がするな。こっちが結構パー取るんで、1個がでかくなる。で、なので、こっちは3つ大きくなれないような気がする。だから5個とかは無理なんだけど、こういう場合は1つに3つ鳴らしても大丈夫っていうことですね。僕も基本的に、こうなっても今までだったら絶対2個だけにしてたんですけど、今回これで来年もしこの片っぽが空になっちゃうようであれば、もう片っぽに3つつけてやっていこうと思います。ずっと何年やっててもいろんな発見があるし、あるのは分かってたんだけど、実際にこう動画にしてみると、うまくいくこともあるんだなと思って、それがアーカイブになっていくっていうのは、自分の中でもいいことだなと思いました。はい、本編戻ります。ベロッサがメロンの海、ほら、たくさん。ちょっとね、ほら、やっぱり硬さがあったとき。でも大丈夫だな。これダメだ。もうこれ最後まで持たない。やっぱりさ、硬さが取れてない。なんか GoPro がちょっと調子悪くてプツプツ止まります。GoPro じゃないや。DJI アクションプロ。で、これ最後まで持たないんで、切って。あれだったらちょっと後で試食してみましょう。これが交配後、だいたい5日ぐらいから交配始めたから、26の今日が21だから、交配後46日目。どれぐらいの味になってるか。これは食える。やっぱり、緩めきれなかったのが良くないですね。これは割れそうにないけど、ただ硬いよ。メロンが硬い。で、もう一回高見に戻ります。ひげ付き高見。で、これホルモンで、交配して、ホルモンというかトマトトーンで。で、この間、ちょうど、遠見ってこの高見メロンとか TL 高見、それとあと優香とか、あとはアムス、そういう品種、そういう種を作ってる種苗メーカー、種苗会社です。その遠見の高見メロンのブリーダーが来て、言ってたんですけど、トマトトーンで着火させるのは優香とか高見とかはいいらしい。ただアムスとかは硬くなって糖度が乗りづらくなっちゃうので、ミツバチで交配した方がいいですっていうことですね。だからこのなんつうの、緩めるっていう作業はトマトトーンで作るメロンを作った場合は、交配した場合はしっかりとアークランドで果肉を緩めてあげないとジューシーな美味しいメロンにならない。で、その高見とかはトマトトーンの交配に向いてる品種なのでいいってことです。糖度にも影響がない。たださっきも言ったようにアムスは果肉の硬さと糖度のりがちょっといまいちになっちゃうんで、なるべく花合わせもしくは鉢で交配してくれっていうことを言われましたね。なのでアークランドでしっかりと緩めました。2000倍で2回やってあります。いいぐらいでしょう。いいと思います。で、しっかりと緩めてからはもう側溝は夜も開けっぱなし。最低温度がだいたい低くて18度ぐらいなので、うち今は。なのでもうずっと開けっぱなしです。玉伸びも問題ないので、昼と夜の温度差をしっかりと持たせてあげて、糖度を乗らせるっていうことですね。それ仕上げです。仕上げ。
玉伸びがもう十分になったらきっちりと仕上げをしてあげる。仕上げをするんだけどしっかりとその手前で一回緩めてあげるっていうのが大事ですね。で後半になって今の時期はいいんだけどやっぱり野音がすごく高くなってしまうと味が乗りづらいっていうのはまさに温度差がないからなくなって持たなくなるっていうことですね。であとは樹勢の話があったんだけどやっぱり樹勢ディーバもベロッサも樹勢が強い。樹勢が強いから割れる。樹勢がちゃんと衰えてきてくれれば玉も緩んできて割れないんだけど木がしっかりしすぎているので割れますね。だから僕はやっぱりそれもあったんで摘心をしなかった。ちょっとほらまだ伸びてる先っぽで高見は摘心はしてあるんだよ。してあるんだけどもう勝手に止まってる。そうか割れてきたか。やっぱり割れるっていうのもちょっとは想定してた。特にベロッサは。なのでしょうがないですね。でここからちょっとベロッサ1回この割れたやつこれちょっと切ってどれぐらい味が乗ってるかやってみます。はいそれでは持ってきました。このメロン着火後5日として26の21交配後47日のベロッサ赤肉です。ちょっと切ってみます。ここはもういらないから取っちゃおう。いきます。せーので硬い。すげえ硬い。さあ行きましょう。せーのオープン。おいオレンジ。でもねまだ明らかに硬いな。ちょっと糖度測定をしてみよう。試しもぎにもちょっと早いよね。60日ぐらいって思ってたから。隣で草刈りやってる人がいます。はい行きます。せーの 11.5 やっぱり 11.5 しかねえか。もう一回やっても 11.4 だからまだ明らかに早い。ということは今やっぱりあと2週間ぐらい1日で 0.25 から0.5 上がるってことなんで10日で低く見積もって 2.5 上がるとして14度マックスで10日で5度上がるとして16点。だからやっぱり2週間はかかるな。割れちゃったからねしょうがないよね。すごい綺麗なオレンジでも種がねまだくっついてる。赤肉いただきます。ベロッサ。まだウリに近い。そしてウリの匂いがする。まだ早かったですね。早かったっていうかもうこれ割れ始めてっからね。こんな状態であれかなディーバもベルダも緩めきれてないんでっていうのもやっぱり高見がしっかり緩んできちゃったからあそこの 2品種だけちょっと濃いめに打とうとかそういうことがなかなかうまくできなかったっていうのはあるな。やっぱりだからいろんな品種を一気に作るっていうのはやっぱりちょっと難しい。品種に合わせてやっぱり
こういろいろやっていかなければいけないところができなかったってことですね。まあまあしょうがないでしょう。なのでまあこれからできることはもうほぼない。肥料で緩めることもできないんで、あとはだからなるべくしっかり乾かしてから水をあげるっていうことを繰り返していこうと思います。まあ次はどうしようかな。もうこの時点でじゃあこの時点で食レポ企画をやっていこうと思います。TL 高見2玉、リーバ2玉、ベロッサ2玉で、あれは普通の高見はいくつもないんで、まあいっか。一応普通の高見も2玉、食レポ企画やろうと思います。うちの公式森田農園ラインをこの動画の概要欄に貼ってあるので、そこにちなみにその4種類のメロンは選べません。選べないでその都度僕の判断というか、もしくじ引きになればくじ引きで全部選んでいこうと思います。必要なものは公式 LINE に住んでる地域、市区町村と、あとはハンドルネームでいいです。ハンドルネームで4種類のロジメロン食レポしてみたいですっていうことをしてみたいですってと書いて LINE に送っていただければ、食レポエントリー OK。 そして僕がそこに返信入れます。受け付けましたって返信入れるので、そしたらエントリー OK です。でもし人数が8人以上もし希望がある場合はまた例のごとくくじ引きやっていこうと思います。LINE で送ってもらうんで、もう試食のメロンが届いたら試食していただいて、写真とか、糖度測定もしてもらってもいいし、写真と感想を僕の方に送っていただける方が応募していただけると嬉しいです。将来的にその動画を作りたいと思っているので、そこ食レポなんで是非それを写真とか感想を送ってください。で今日が21日だから待って、まあ高見はね月末にはもげちゃうから27日いっぱい、いや26日いっぱい、いや26日いっぱいしましょう。6月の26日の夜中12時まで受け付けます。もしそれで食レポしてみたいって方がいたら是非公式 LINE に連絡ください。はい、今のところはまだまだ未熟なメロンです。皆さんのメロンはどうなっているでしょうか。感想があればコメントください。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。